ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はアメリカの中間選挙についてです。ただし、アメリカの選挙ですから基本的にはアメリカ国内問題が議題に上がっています。物価高が激しい、いわゆるインフレ問題に対する経済対策、また人口中絶問題、銃規制問題、移民対策問題など、様々な議題がアメリカでは話し合っているところです。ただ、このチャンネルではアメリカの政治についてずっと追ってきたわけではないので、特に関心を強く持っている部分、ウクライナ情勢に対してどのような影響があるか、この一点についての解説を行っていこうと思います。それではざっくりではありますが、アメリカで行われる中間選挙全体図から簡単に把握しましょう。アメリカで行われる中間選挙、この選挙において重要なのは、まずは上院については全員が改選されるわけではありません。上院100議席のうち、改選になるのは35議席。一方で下院の方は全体が入れ替え選挙となります。そして、現在は民主党の方が多数派のわけですが、一般的な報道においては、民主党が劣勢で共和党がきっと勝つだろうという報道になっています。選挙結果については開けてみなければわからないので、はっきりとは言うことはできませんが、しかし、この報道を信じる限りにおいては基本的には、ウクライナ情勢に対する影響は確実にあると見られます。なぜならば、下院でも上院でもそうなのですが、議員数は拮抗しており、この状況下で共和党が大きく勝つことができれば、上院、下院どちらについても多数派になる可能性があるからです。そして、ウクライナ支援に反対している共和党の議員はおおよそ60から70議席がすでにいます。選挙の結果としてこの議員が増えるということになれば、その影響力を無視することはできなくなってくるわけです。それではウクライナ支援に関連してどのような発言や動きが出ているか見ていきましょう。共和党の下院院内総務、こちらは下院における共和党のトップだと思ってください。そして議会全体での多数を取ることができれば、この院内総務が下院議長へとなります。ケビン・マッカーシー下院院内総務はこのような発言を行っています。例えば共和党が議会を掌握した場合において、ウクライナ支援に白紙の小切手を切ることはないと見直しを表明しています。また、今年春、ロシア軍によるウクライナ侵略があり、それに伴ってウクライナ支援策が議会にかけられました。この時に反対したのは全員が共和党議員で、下院57名、上院11名が反対を行いました。中間選挙で共和党が勝利した場合、ウクライナ支援を見直すとした院内総務が下院議長になるわけで、バイデン政権として進めたい予算案などについて否決が連続的に起こるかもしれません。大きな障害となることでしょう。また、共和党の中において多数派ではないものの、反対派の議員が増えることは共和党の動きそれ自体にも影響を与えるものです。気をつけなければならないのは反対派がいるということと、共和党の中において反対派が優勢なのかどうかについてはまた別なことだと考えてください。共和党の上院院内総務、こちらは上院における共和党のトップです。ミッチ・マコネル議員はこのように発言しています。ウクライナが必要とする援助を迅速かつ積極的に提供しなければならない。また、トランプ政権時代に副大統領を務めていたマイク・ペンスは、プーチン大統領の擁護をするようなものや、アメリカを世界から切り離してしまう、いわゆる国際情勢を無視したような発言をする共和党議員に対して非難を行っています。というわけで、簡単ではありますが、アメリカの中間選挙の結果としてわかることは、共和党が優勢で結果を迎えることになれば、少なくともこれまでに比べると、明らかにウクライナ支援のハードルは高くなります。これまでは上院下院ともどちらについて言っても民主党が優勢でした。ですから、このような状況下においては、基本的にはバイデン政権のしたいことについては前進することができました。しかし、上院下院のうち、下院だけでも共和党が優勢になって下院議長が民主党から共和党へと移れば、それに伴ってどの予算案について否定するかについて共和党の方が優先権を得ることとなります。バイデン政権を揺るがすためにも政権の求めるような予算案についてどんどんと否決してくる可能性というのもあるわけで、それがあくまでも政治の駆け引きで結果としてどうなるかについて気にしないというのであれば、ウクライナ支援に対する影響は絶大なものとなってしまいます。ただし気をつけなければならないのは、確かに下院議長は見直しを表明したわけですが、全体としてウクライナ支援否定派が多数派なのかといえばそういったわけではない。この点については注意しなければなりません。5月に行われた支援策についての話で、反対派の人たちがいましたよということを皆さんにお伝えしましたが、200議席のほどの中から50とか60とか反対する人が出たんだけれど、これは明らかに全体から見れば半分以下なわけで、
多数派なのはむしろウクライナ支援をしようという派なのです。ですから、下院議長一人が私はウクライナ支援に抵抗するぞと表明しても、共和党の中において、いやいやあなたの方が少数派ですよと、むしろ共和党の内部において動きを抑えようとする勢力というのもあるわけです。ですから、このあたりどうなるかについては、選挙結果もそうですが、選挙後のウクライナ支援を容認する派と反対派の人たちの綱引きで、どのような言動になるかについては、今後も様子を見なければならないというわけです。また、もう一つ注意しなければならないのは、これまでアメリカが行ってきたウクライナ支援というのは、主には大統領権限を用いた米軍在庫の供与といったものが非常に多いものでした。この権限は事前に策定された予算案の中で動けるものですから、中間選挙の結果として民主党が敗れ、共和党が優勢になったとしても、いきなり大統領権限がスパッと凍結されるようなわけではありません。ですから、軍事支援がすぐさまいきなりストップしてこの後何も遅れませんというわけではありません。影響はむしろ今年よりも来年、再来年へと長期になればなるほどその先々において先細りしていくという危険性が出てくるわけです。そうなった場合においては、アメリカによる軍事支援というのは全体から見れば半分以上を占めているわけですから、今後 EU や NATO からの支援がどれだけ継続されるかにウクライナの戦況というものはかかってくることとなります。というわけで今回の動画はここまで。アメリカの中間選挙が行われます。その結果としてどのようなことになろうとしているのか、特にウクライナ支援に関わる部分についての解説を行っていきました。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった後には評価ボタンのクリックとコメントの書き込みをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。